こんにちは、東北キリトンです。今回より、チェスの基本的なストラテジーについて、数回にわたり、ご紹介いたします。ストラテジーは、戦略のことで、タクティクスのように、メイトしたり、すぐ駒得するような方法ではなく、有利となる状況を作っていくことや、狙いを定め、その狙いを達成するために計画を立てていくことです。ストラテジーを学ぶと、チェスの面白さが増したり、実力がアップしたりしますが、優先度としては、基礎的なチェックメイトパターンや、基礎的なタクティクス、基礎的なエンドゲームの方が大事ですので、それらを先に学習されることをお勧めいたします。ストラテジーについて、詳しく述べようとすると、難しくなりがちですので、この入門動画では、スペースやオープンファイル、弱いポーンなど、ストラテジーに関わるそれぞれのテーマについて、一つずつご紹介していきます。第1回目は、スペースについてです。スペースは、支配しているマスや、活用できるマスのことです。コマが配置されてないマスがスペースになりますが、コマが動くことにより、スペースが変わっていきます。開始局面におけるスペースは、コマのないマス全体になります。ここからコマが動くことにより、スペースが変わっていきます。赤丸で示しているように、支配しているマスはスペースになります。支配してないマスでも、そのマスを活用できるなら、スペースと言えます。一つ注目しておきたいことは、E2 のマスにポーンがなくなったことにより、E2 のマスに他のコマを配置できるため、E2 のマスが新たなスペースになってます。黒はポーンを1マス進めました。白が2マスポーンを進めたこととの違いを、スペースの観点から比較すると、白は E3 のマスにコマを配置できるのに比べ、黒は E6 にポーンがある限り、E6 に他のコマを配置できません。よって、2マスポーンを進めた白の方が、スペースが1マス多いことになります。スペースを得ることが、なぜ大事かというと、活用できるマスが多ければ、ピースを活用しやすくなるからです。スペースで有利を得ていれば、相手の駒の動きを制限させる効果もあります。ただ、局面の優劣は、スペースだけで決まるものではないことも、覚えておきましょう。先ほどより、さらに支配しているマスが増えたことは、スペースが広がったことを意味します。今度は黒も2マスポーンを進めてきました。気づくことが一つあります。それは E6 のポーンがビショップ C8 の利きをブロックしているため、白より支配しているマスの数が少ないです。白より支配しているマスが少ないということは、黒は白よりスペースでは劣ってます。入門編ということで、あとはスペースの優劣の見分け方と、スペースの優劣がある時の戦略を一つご紹介いたします。スペースの優劣を見分ける簡単な方法としては、相手側の陣地で支配しているマスの数を比べることです。この場合の相手側の陣地とは、白から見た場合は、フェフランクからエースランクまでが相手側の陣地となります。この局面で、相手側の陣地で支配しているマスの数を数えてみましょう。白は9マスです。黒は5マスです。よって、この局面では、白の方がスペースで勝ってます。簡単なスペースの見分け方ですので、ぜひ覚えてください。スペースの優劣を見分けられると、後でご紹介する戦略を使えるようになります。この局面はまだ2手目なので、これから他の駒が動くことにより、互いのスペースも変わってきます。また、先ほど述べたように、スペースだけで局面の優劣が決まるわけではありません。スペースは局面に影響を与える一つの要素です。
7手目まで進んだ局面です。まず、相手陣地で支配しているマスの数を比較してみましょう。白は8マスで、黒は5マスです。よって、スペースでは白が勝ってます。ここで、スペースに関わる戦略の一つをご紹介いたします。スペースで勝っている側は、不要なピース交換を避け、ピースを活用するようにする。スペースで劣っている側は、適切なピース交換を行えば、相手の優位性を減らすことができる、ということです。スペースで有利を得ているのに、意味のないピース交換をしてしまうと、スペースの利を減少させてしまうため、気をつけましょう。また、スペースで不利な場合は、可能であれば、ピース交換をして、相手の優位性を減少させましょう。最後に、おまけとして、ポーンを進めることで、スペースを広げていくことができますが、フェフランクに進んだポーンは、相手から反撃を受けやすいため、むやみにポーンを進めていくことは避けましょう。以上となります。ご視聴ありがとうございました。